ギーレンのミカコがお送りしている Enter FM Tokyo Music Radar。 さてここからはゲストに登場していただきましょう。皆さんよろしくお願いします。じゃあまず自己紹介をお願いします。はい、ビルボードジャパンの村田舞子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして株式会社ラボの脇田隆と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村田さんは本日はじめまして。はい、はじめまして。大丈夫ですか？楽しんでいろいろお話をいろいろ伺えればと思います。脇田さんは実は何度かっていうか、毎回収録のたびに、来ていただいてて、ただ収録の前後でちょっとお話しするぐらいだったのでね、今日はいっぱいお話できればと思うんですけど、脇田さんの、部下の方に、脇田さんはよくおしゃべりをする人だから時間ちゃんと測るの気をつけた方がいいですよって一言いただいてるんで、はい、ちょっととはいえ楽しんでいければと思いますので、お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お二人はどのようなお仕事また活動を普段されていらっしゃるんでしょうか？村田さんはいかがですか？はい、私はビルボードジャパンで毎週発表しているチャートの制作だとか、あとビルボードジャパンはチャート以外にもニュース記事だとか、アーティストさんのインタビュー記事だとか、ライブレポートの記事だとかっていうのを掲載してるんですけれども、そちらの制作だとかもしてまして、サイトに載っているもの大体全部をやるみたいな部署におります。実は私も何個か拝見させていただいていて、written by 舞子村田っていう記事もバレてる何個か読ませていただいております。恥ずかしい。ありがとうございます。脇田さんは普段はどういった活動されていらっしゃるんでしょうか？はい、株式会社ラボというですね、音楽デジタルマーケティングの、会社の代表をやっております。音楽デジタルマーケティングというのは、今の時代の音楽ビジネスですね。 SNS とか、サブスクストリーミング、動画サイト、こういったものでどうやってアーティストとリスナーをつないでいくかっていう、レーベルさんだったり事務所さんだったりのサポートをさせていただいてます。はい、お世話になっております。ありがとうございますはい、ということで、そんな日本の音楽シーンに精通されているお二人と私美香子が僭越ながらアーティスト代表として、今日は3人で座談会のような形で2024年の日本の音楽界を振り返っていきましょう。よろしくお願いします。早速ビルボードジャパンのチャートに注目してみたいと思います。たくさんのチャートがあるんですけれども、今日はまずはジャパンホット100から見ていきましょう。よろしくお願いします。村田さん、まずこのジャパンホット100っていうのはどういうチャートなんでしょうか？はい、こちらに関しては楽曲の人気を測る総合ソングチャートという位置づけにしております。で、今では6つの指標で集計を行ってまして、CD セールス、ダウンロード、ストリーミング、ラジオ、カラオケ、動画再生、この全ての指標を各ポイント化をしてくっつけて集計しているのがこのチャートになります。もうじゃあ網羅できますね。これを見れば2024年のその日本の音楽業界で何が人気だったのかっていうのをなんか漏らすことなく知ることができるチャートっていうことそう思っていただけると嬉しいになりますねすごいありがとうございます。じゃあここで、ビルボードジャパン HOT 100 of the Year 2024年のトップ10を、さらっていきたいと思います。10位ミセスグリーンアップルでダンスホール、9位ミセスグリーンアップルで青と夏、8位バウンディで怪獣の花歌、7位アドでショー、6位ミセスグリーンアップルでケセラセラ、第5位ミセスグリーンアップルでライラック、4位夜遊びでアイドル、3位思いの丈で幾億光年、2位月で晩餐歌、そして第1位はクリーピーナッツでブリンバンバンボンです。このチャートを見て村田さんどういった印象をまずはお持ちですか？そうですね、集計の時にみんなで部内でデータを見た時も話してたんですけど、特に今年の HOT100 においては、2024年、この年にリリースされた楽曲がこれまでより一番多かったんじゃないかな、特に多かったんじゃないかなっていうふうには
感じてます。中でも例えばトップ今10まで読み上げていただいたんですけど、トップ20ぜひサイトで見れるのでご確認いただけたら嬉しいです。そこまで広げてみると2024年にリリースされた曲は6曲ありまして、これを2023年の年間チャートで比べてみるとこの時4曲だったんですね。2023年のチャートではその年に出された曲でチャートインしてたのが4曲だった。2023年のチャートに2023年中にリリースされた楽曲っていうのは4曲、で2022年の場合これは3曲だったんですね。はビルボードジャパンのチャートっていうのはチャート年度の計算を実は11月の最終週から区切っていたりもするので、ちょっと厳密に表現するとちょっとずれたりもするんですけれども、それでもあっても2024年にリリースされてここまで、そこからぐっと上がっていった楽曲っていうのが特に今年は多かったなっていうのがまず大事な印象でありますね。はい、2024年が特に多かったですね。脇田さんはいかがですか、これを見て。今村田さんがおっしゃったことを私も思ってたんですけど、その2024年にリリースされて年間通じてこうやって年間チャートの上位にトップ10に入った曲っていうこの6曲っていうのが全て明るめの曲というか前向きな曲が揃ったっていうことで、例えばミセスグリーンアップルはたくさん曲がヒットしたんですけど、ね、このライラックケセラセラっていうポジティブな曲っていうか、なぜミセスグリーンアップルがここまでの人気になったかっていうところにも関係あるのかなと思うんですけど、特にライラックはそれを象徴している曲だなと感じました。あと晩餐歌も幾億光年も、これは力強いポジティブさというよりかは、何かほっとすると言いますか、なんか寒い冬を越えてちょっと暖かい春の兆しが来たかのような、そういったなんていうんですかね、辛い時代、やっぱり暗い曲をずっと我々日本人好んできたと思うんですけど、ここ3、4年その中でなんかポジティブな曲を受け入れられる、何か新しいフェーズが来たようなことをこの24年の年間チャートからは感じました。そうか、確かにそうですね。特にミセスグリーンアップルの曲っていうのはもちろんいろんな楽曲がありますけど、そういう多幸感も感じれるというか、そういうハッピーなみんなで笑顔になっていこうっていうそういう強いメッセージのある曲が特に多いですもんね。そうですね、上位に来ましたよね。アウトのやつとダンスホールもこの年間トップ10に入りましたけど、過去曲の中でダンスホールは24年の曲ですか。ダンスホールは23年2年ですか。そうですね、明るめの曲ですよね、上に来てるのは。そうですね、いやでもまずそもそもやっぱり2024年年間チャートってその年の年間チャートっていうのをまず聞いた時に、てっきりその年の曲だけがランクインするのかなぐらいの風に思ってる方も多分少なくはないと思うんですけど、さっき村田さんがおっしゃったように実は2024年に6曲入っているっていうこと自体がこの数年で見ると多い方だっていうのがまず一つ驚きとしてあるというか、それはやっぱり今までずっとロングヒットが続いているっていうそういう傾向がこの日本の音楽業界であるっていうことなんですかね。私はそうではないと思っていて、例えば、バンビーさんの怪獣の花歌のリリース自体は2020年の楽曲なんですけど、ヒットしたのって紅白に出られた後なので2022年の大晦日を超えてからなんですよね。だとか、今年の2024年のチャートで2位に入ってきた月さんの晩餐歌、もうリリース自体はちょっと前23年の23年ですね。3年か24年の曲じゃないんですよ。なので、そこから、なぜヒットしてきたかっていうと、やっぱり優里さんとのコラボだとか、これが去年の11月だったりもするんですよね。そこから上がっていって、2024年の1月ちょうどブリンボンボボンリリース直前ぐらいに、HOT100で週間1位になったりだとかっていうの楽曲だったので、リリースと、ブレイクが起きる
タイミングっていうのが必ずしも同時ではない、数年単位で起きる間を空けて起きる可能性もある。そうか、このでもリリースとそのブレイクのタイミングが違うっていうのは、それはもう本当割とここ最近の話だったりするんですか？それともその日本の、日本ののみならず音楽業界的には、そういう方程式っていうのがあったりするもんなんですかね？音楽ビジネス的にはね、CD を中心としたランキングの時代では、やっぱり発売週が一番ランキングのピークだったんですけど、ストリーミングの場合はですね、再生されたランキングですので、リリース日は必ずしも関係ないといえば関係ないですし、そこはビルボードさんのランキングというのは、フェアに偏りなくCD だったりダウンロードだったりストリーミングだったり、うまくこうリスナーの傾向をフラットに捉えるように調合されてる、ミックスされてるっていうのもあるので、そういう意味ではストリーミングで強いアーティストはこうやってロングタームで数字を重ね続けるというふうには言えますよね。そうですね。ストリーミングベースに世の中の音楽の聴き方が変わっていったっていうところが一番のポイントになるかなっていうのは私も思っていて、実際先ほどお名前挙げた月さんだとかバウンディさんだとかっていうのは CD をリリースされずに楽曲を配信でのみ出されるっていうようなこともダメダメ多いアーティストさんだったりもするので、そこが影響していくのではないかなとは思いますね。やっぱり今はもう本当デジタル配信っていう言葉がもう本当に一般的にもなっていますし、その方が業界的に言うとコストもちょっと削減した状態で出せるものでもあったりするっていうのもあったり、リリースギリギリまで制作できるとかって言われません？本当にちょっと私のグループでも本当にギリギリまでやって、これ出せんのかぐらいで出す時も全然あるので、粘れるんですよね。そうなんですよね。それで出すのでね、でもそれで結果やっぱりいろんな人にも届くし、今やっぱりそのサブスクの時代で携帯一つで今どれだけどこで何が聞かれてるのかっていうのも分かりやすくなって、いろんなアーティストに手を伸ばしやすくなっているじゃないですか。だから余計にそういうプラットフォームが生きていって、このチャートになっているんだっていうのがちょっとよく分かったような気がします。はい。でまずそのトップ20を見た時にですね、首位はクリーピーナッツのブリンバンバンボンになっております。これは2024年の1月7日にリリース、ちょうどもうだから1年前ですよね、にリリースされて、1月31日公開チャートで首位を獲得で、瞬間チャートで13連覇、通算19回の首位を獲得しているということなんですけれども、これは村田さんどう見られますか？さらにここに補足したいのが、ビルボードジャパンでは、グローバルジャパンソングスエクスクルーディングジャパンっていうちょっと長い名前のチャートを出してるんですけど、これ簡単に言うとこのチャートは世界で聴かれている日本の楽曲のチャートになります。もう世界、200以上の国と地域の主要ストリーミングだとかデジタルのデータから日本の市場を抜いて日本の楽曲を名寄せしてるっていうようなチャートになるんですけど、日本の市場を抜いて、世界で聴かれてる日本の楽曲のランキングで、それのチャートで、ブリンバンバンボーンが、通算24回の首位認定されてるんですね。すごい。で、特に、もういろんなところで言われてる話ではあるんですけど、このブリンバンバンボーンに関しては日本より先に海外で火がついていったっていうところで、その後すぐに日本でもヒットが起こっていってっていう、まさにストリーミング時代ならではかなっていうのは、世界同時多発ヒットみたいなそうですよねいうようなところがあり、それは SNS とかだったりするんですかね。この楽曲はね、アニメ主題歌というかアニメとのタイアップソングにもなってますけれども、
SNS。そうですね、SNS、まあ、必ずしも SNS だけではないかなっていうところはあるんですけど、SNS だとかストリーミングですよね、世界の人が、聞きたいと思った時に CD だけであればもちろん聞けなかったところが、スマホ一押しでポチッとねポチッとアクセスできるっていうようになっていったっていうのが一番大きい要因じゃないかなと思いますね。クリーピーナッツって元から海外ですごい人気だったというそういう背景はあったりするんですか？それが実は全くなかったんですよ。そうですよね。このヒットより前から先ほどのグローバルジャパンソングスチャートは発表していたんですけども、そこではなかなか、クリーピーの他の楽曲って上がってきていなかったところから急に1位になったっていうところ。それは何がそうさせたんだと思いますか、村田さん的には？そうですね、私は、TikTok、短尺動画というか、ところと、あとダンス、ですよね、そこの組み合わせ、あと、特に海外の方に関しては、ビート感だとか、サウンド感だとかっていうところの相乗効果でここまで広がったんじゃないかなっていうふうには思ってます。そうですね、脇田さんどう見られますか？そうですね、非常に画期的な、なんていうか時代の変わり目を感じる大ヒットだと思うんですけど、いわゆるラップというか、ヒップホップベースの、ヒップホップなのかヒップホップベースのポップス、全世界で主流のメインストリームの音楽なんですけど、やっぱり日本ではそういうヒット曲ってなかなかずっと出てなかったと思うんですけど、それがついに出たなというところがありますね。あとやっぱりアニメの曲はそのネットフリックスだったりアマゾンプライムだったり、そういった動画プラットフォームで同時に全世界に届くという、こういった強さっていうのがやっぱりテレビドラマとかとは違う、テレビドラマもドラマによってはね配信されてますけど、その強さというか、アニメが人気というだけじゃなくて、やはり全世界の人がもう同時体験できるっていうこの強さも、前の年のYOASOBIのアイドルと近い流行り方というか、なんかそういう風に感じましたけど、大きな違いはやっぱりこうヒップホップラップっていう、ジャンル、これが日本中でみんなが知ってる曲になった、お茶の間にまで届いたっていう、そこはすごい画期的なことだなと思いました。本当にそうですね。あともう一つ気になってるのは、もう先ほどランキングを述べた時にも何回も口に出したミセスグリーンアップルという、3人のバンドがいますけれども、この方々の楽曲も20位以内に7曲もランクインされてるんですよね。で、なんならね、昨年のレコード大賞も 2年連続で受賞されております。本当にどこのテレビ番組で見ても、どこのショップに行っても大体ミセスの曲が流れていたような、そんな1年に私は個人的に感じていたんですけれども、これはお二人はどう見られますか？村田さんいかがでしょう？そうですね、ミセスグリーンアップルのすごいところは、まず彼らがストリーミングで支持を獲得しだしたっていうのが活動休止をしている間だったんですよね。休止中だったんですね。そこからなんか本当にストリーミング何億回再生だとかっていう風なのがどんどん出始めて、そこからのだとか MV が何万再生されただとかっていうようなトピックがどんどん増えていったところ、そこからフェーズ2として再始動されたのが2022年ですね。そこからまた出す曲が、本当にきちんとストリーミングで支持を集めているっていうところで、さらに新曲が出た時に、同じく給付も一緒に伸びるっていうのが異様だなと思っていて何なんですかね、この現象は、これはミセスだけなんでしょうか？ミセスグリーンアップルだけっていうわけでもなくて、例えばそうですね、他だとYOASOBIとかヒゲダンはそうですね。そうですね、もういらっしゃるんですが、ミセスは異様です。あえてもう異様って言っちゃう他がない。これはなぜこういった現象が起きたんだと思いますか、脇田さん？それ自分もね結構考えたんですよ。で
一昨年の紅白歌合戦ですかね、はい、ミセスグリーンアップルとバウンディがすごくこう目立ったというか、その後こうぐっと伸びたというか、それまで若い人たちだけだったのが広い層に広まったなって思ったんですけど、そこからなぜミセスがここまでこの曲数を上位に入れて、バウンディも同じぐらい人気というか評価とかあると思うんですけど、数字になってるのはどういうことかなっていうと、やっぱりこう24年の雰囲気に合った、さっきも申しましたけど明るい曲、自分は正直ライラックとかケスラセラはそんなにこうピンとこなかったんですよ。最初聞いた時は素直すぎるというかひねりがないというふうに思っちゃったんですけど、そこが2024年らしい曲だったのかなって今は思うようになりましたね。年末紅白歌合戦見てて、時代はなんかこうちょっとこう明るい方向に向かっていってるんだなと思って、それを象徴するアーティストがミセスグリーンアップルなのかなと、みんななんかこうハッピーな気分がちょっぴり出てきたのかなっていう、割とね影を歌う曲が多い時期が続いてたように私も思うんですけれども、そうですね、このハッピーな前向きでまっすぐな曲っていうのが光っていたような気がしますね。いかがですか村田さん的には。ミセスグリーンアップルがなぜここまでこの何曲もランクインしてっていうこの年に2024年にっていうこの現象っていうのは何がその根源にあると思われますか？そうですね、なかなかなぜここまでミセスだけがこんなに引っ張られるんだろうっていうのはいつも私も疑問だなと思うところではあるんですけど、自分の言ってることも後付けですからね、これもね本当にそうなんですよね。何度でも言えますからね。分析ですよね。そう思いましたっていうねでミセスグリーンアップルがすごく不思議だなと思うのが、季節に関する曲が結構多い。アウトナッツとかライラックも春の曲なんですよね。なんですけど時期関係なく聴かれてるんですよね。なんというか耳に残る感じっていうことなのか、例えばバックナンバーとかだと四季折々の曲を、そうですね、クリスマスといえばとかね。そうなんですね。その季節に合わせてチャートが上がっていく、もはや季語みたいな存在だなっていうふうに思ってるんですけど、季語面白い。ミセスはそれを無視した動きをするので、ミセスの時代みたいに今もなってますよね。そうなんですよね。なんでこれはちょっと私もずっと2024年過ごしてきて、ここでさらにミセスさらにミセスまたミセスっていうこのでもそのなんかハッピーなこのパワーっていうのが楽曲っていうのがずっと続いているっていうのはこのもうなんかミセスマジックみたいなものがかかっているのが本当にすごいなと思って楽曲もそんなにその振り付けがある曲とかいわゆるその例えば TikTok というプラットフォームでそのみんなが踊ることで人気になった曲もやっぱり今いっぱいあったりするじゃないですか。でもあまりそういうアプローチの楽曲ではどれもないですよね。そうですね。なんかそうサウンドの部分で言うと、もともとロックバンドじゃないですか、でそのお休みしてて復帰してからちょっとそのこう打ち込み感がこう強くなったというか、ボカロイドで作る曲のようなテイストが入ってきたなと思って、そうやってこう夜遊びが出てきた時に、ボカロを普通に顔出してる生歌の歌手が歌ってるっていうのがちょっと新しいっていうのもあったんですけど、今度はそのボカロ P がバンドをやるじゃなくてバンドがボカロっぽい曲に寄っていくっていうのは実はあんまいなかったのかなとはちょっと思って、ライラックは自分はちょっとこう夜遊びがやっててもおかしくない曲調だなって自分はちょっと思ったんですけど、冒頭のギターの部分とかも、はそうですね、なんかその辺は全然こう夜遊びと全く似ても似つかないミセスグリーンアップルの曲になってるんですけど、こういったジャンル間の話で考えるとそういう新鮮さっていうのはこう2024年のミセスにはあったのかなという気も
しますけど、自分もねどういうことだろうなって悩んだんですけど無理やりひねり出したような話であんま説得力ないかもしれないですけど、なかなか自分が生きてきた中でこうやってもう上位をほぼ占めているアーティストに多分今まで出会ったことはそんなないと思うので、その記憶が私という人間の記憶がついてからの話ですけどそこからこんなことはなかったと思うので、本当になんかすごい時代に今いるなっていうのをすごく感じますね。昨年の紅白歌合戦月さんのパフォーマンスがまたすごく話題に上がっていたと思うんですけれども、この月さん TikTok で曲歌っている動画を出されて、そこからさらにオリジナル楽曲も出していて、今晩餐歌という曲がすごいいろんな人のところに届いていると思います。この月さんのこの、楽曲だったりこの出てきた背景というのはどういうふうに見られておりますか？そうですね、月さんのこの晩餐歌に関しては、2024年の7月の時点で、ビルボードジャパンチャートでストリーミングの累計再生3億回を突破しているんですけど、3億回、はい、その後また12月には4億回も突破してるんですがわずか5ヶ月でそうなんですこれプラス1億、はい、これってソロアーティストさんで、ビルボードジャパンのチャートにおいては最年少での突破記録になるんですよね、まだ16ですもんね。そうですね、まだ高校生でいらっしゃるので、っていうところだと今まだ顔出し物なさってなくって、でなんならこの晩餐歌リリースの時によくおっしゃってたのが、お父さんに出世払いでレコーディングのお金を借りて出したっていうようなところ、そうなると本当に DIY というか、中学生高校生の女の子が一人で自分のお家ですよね、おそらくね、でギターを一本で曲を弾いて、それを世界にリリースして、それが、日本で各国、さらにはこの曲って優里さんとコラボされたっていう言い方、優里さん本当に韓国でものすごく人気がある方なんですけど、優里さんつながりで月さんを知ったっていう韓国の方もみたいで、韓国のビルボードジャパンのグローバルチャートで国別で出している国の中に韓国もあるんですけど、そこの韓国の、ビルボードジャパングローバルチャートでもかなり上位に上がってきたことがあって、チェックしてます。ありがとうございます。ベテルギウス晩餐歌ワンツー、そうなんです。ワンツーで、はい、そうなんだ。海外にも広がっていくっていうので、アーティストさんにとってはもしかしてすごく夢がある状況なのかなっていうふうには思いますね。本当にそうですよね。お父さんに出世払いでって言って、得たギターとレコーディングで自分の部屋でやったものがここまで広がっていくと思うと、本当にちょっと音楽やってみたいけど、でもなんかもしかしたらいろんな理由がポンポンポンって出てきて諦めそうになってる人たちにも、やってみればいいんだよっていう、なんか一つの大きな夢を与えられるような、そういう現象になっていますよね。多分 TikTok を上げるっていうのは、特に若い世代の子たちに関しては本当に日常の、そうですね、多分作業の一つというかなんだろうなとは感じていて、その流れで出した曲が世界に広がっていくっていうのって、なかなか多分これまでの音楽としては考えられなかったことになって、しかも15歳の女の子がっていうところなのかなと思いますね。脇田さんはどう見られていますか？はい、これね、日本のランキング見てて本当男性ばっかりなんですよね。本当に昔のように浜崎あゆみさんとか安室奈美恵さんとか椎名林檎さんとか、女性のスーパースターがキラキラいっぱいいた時代からもうはるか遠くですね。近年本当にスターという地位になった女性、特にソロアーティストはあいみょんさんぐらいしかいないんじゃないかと。でこのHOT100 オブザイヤーのトップ20の緑黄色社会も入っていて、これ本当にもっと有名にというか、スターになっててもおかしくないアーティストさんだなと思うんですけど、
毎年毎年出てこないな女性アーティスト出てこないなと思ってる中で、やっぱりYOASOBI、Adoっていうボカロだったりアニメから出てくることはあっても、月さんのようにタイアップも何もなしでピンのアーティストさんがですね、このようにこう出てきたっていうところに、何かこれに続く流れはどういう風にあるのかなっていう、こう紅白歌合戦見てても本当にもう男性って気がしましたけどね、自分は。そうですね、はい。今このチャートを目の前にしても確かに、ミセスがいっぱいいるからっていうのもあるかもしれないですけれども男性アイドルも入っていらっしゃいますし、男性グループが確かにすごく多いですね。そうですね、特にソロアーティストとか女性ボーカルのバンドっていうのがなかなかこうブレイクしない時代は結構続いているんですけど、とはいえやっぱりこう10年ぐらい前も男性のピンは売れないとか言われてた時代もやっぱあったんで、それこそ星野源さんとか米津玄師とか出てくる前は男性のピンって三浦大知さんぐらいしかいないみたいな時期もありましたから、そういう意味では女性アーティストここからチャンスかもしれないですね。月さんが切り開いてくれた、切り開く存在かどうかはまだ未知数な月さんではありますが、こう何かでも彼女独特のユーモアというか、なんかそこの個性が本当にあいみょんみたいになんか育っていくところが見れるかもしれないと期待はしますね。歌詞もね、このフルコースって言葉がすごいなんか、気になるというか、面白いというか。そう思われますか？晩餐歌はこの分かったような分からないような歌詞が結構癖になる曲だなと思いますね。もちろん声、皆さんがおっしゃるように声とか、あとこうミステリアスな顔を出さない部分とか、なんかこうAdoがやってきたことを、アップデートというかこう違う形でアプローチしたようなところとか、なんか見どころ満載な、これから楽しみですよね。まだだって1曲目ですもんね。そうですね、晩餐歌に関しては、月さんがオリジナルで作られた人生初めてのオリジナル曲人生初めてのオリジナル曲が2位に入って、しかも韓国にまで飛んで人気を得ていると。その後もね曲はいっぱい出してアルバムが出ましたね。そうですね、そうでしたね。まだまだこれからで楽しみな存在でありますね、月さん。その月さんが韓国で、韓国のグローバルチャートで今入っているということでしたけれども、そのグローバルチャートの傾向的には今どういった感じなんでしょうかね。そうですね、年間、このグローバルチャートも、その全世界をまとめたグローバルジャパンソングスエクスクルーディングジャパンというチャートと、それから、国別にデータを抽出したジャパンソングス括弧で、国と地域のお名前を入れているっていうチャートを、2024年の年間時点では、9カ国分、申し上げると韓国、タイ、シンガポール、インド、フランス、イギリス、南アフリカ、アメリカ、ブラジルの9カ国を、出していて、ワールドワイドだ。そうなんです、で月さんが上位に入ったっていう風にお伝えしてた韓国の方は本当にバラードがお好きで、ちなみに年間1位はユーリさんのベテルギウスなんですよ。で2位が米津玄師さんのレモン。そうだ、韓国人の友達もレモンめっちゃ歌ってました。そうなんです、でも韓国のK-POP アイドルの方がよくカバーされてたりとかっていうのすごいありますよね。ベテルギウスもそうですけど、でこの国別チャート、じゃあ他の国地域だとどうかなっていう風に見ていくと、年間チャート、実にフランス、イギリス、南アフリカ、アメリカ、ブラジルの5カ国最多ですよね、半分以上の1位はクリビナッツのブリンバボボンで全世界にしてみてもクリビナッツのブリンバボボンっていうので、本当にグローバルヒットだったんだなっていうのが分かる結果。すごいな、国境を越えて
でも今までその海外では売れてるけど日本ではあんまり知らないとか、その照り焼きボーイズの東京ドリフトみたいなのもあったけども、日本でもみんな知ってますからね、このねブリンバンバンボーンは。そうですね、これはすごいですね。本当に国境を越えた音楽がそこにあるっていう。日本海外を隔てない、もう今の時代の扉を開いた曲ではないでしょうか。ヒットしたのもほぼ同時期ではあるっていうのも、日本でも海外でもヒットしたのがほぼ同時期っていうのもなかなか珍しい。新時代ですよ、アドみたいな、ちょっと紛らわしいですけど新時代でも本当新時代が始まったっていうことですね。